養子に来た17歳の娘が子供たちを惨殺。彼女が抱いていた底知れぬ憎しみの正体とは。2021年7月、フィリピン南端ミンダナオ島の西海岸に位置する都市コタバ島。お願い、ジャニスをうちで引き取ってあげて。両親に向かい必死に懇願するその少女はクリズル・グウィン・マグアド。隣では弟のルイスも両親に真剣な眼差しを向けていました。ジャニスというのはグウィンたちの親戚の家で住み込みで働く17歳の少女。彼女は孤児のため学校に通うお金がなく、その年で働かざるを得ない生活を送っていました。グインたち兄弟は年の近いジャニスと仲良くなり、彼女が勉強をしたがっているのに学校に通えないことを不憫に思ったんです。両親は難色を示しましたが、最後は何度言っても聞かない子供たちに根負け。ジャニスが働き者で礼儀正しいと知っていたこともあり、彼女を養子に迎えることにするんです。そう、ジャニスを迎え入れようと言い出した子供たちが彼女に殺されてしまうとは知らずに。養子として引き取られた家の兄弟を惨殺した少女。彼女が義理の兄弟たちに抱いていたその感情とは。悲劇のヒロインに見えたその少女の本音は、聞けば人間不信になるほど打算的なものだったんです。おさつけちゃんです。みやみやみかんです。というわけで、みやみさん、最近ね、地面師たちってね、ネットフリのドラマにハマってるんですけど、これね、アルゴ好きな皆さんだったらね、結構ハマると思うんですよ。私もそう思う。私も見てるんだけど、なんか豊悦の演技がたまらなくない？まあそうっすね。まああとは、そもそも地面師なんやっていう人もいると思うんですけど、なんかその土地の所有者を装って、土地を欲しい人に騙して売る詐欺がね、実際にあってね、横行してたみたいで、日本でもですよ、有名なね、ハウスのね、会社がね、50億円ぐらい取られたっていう。その事件がモデルなのよね。そう。突き詰めると人間ってこう、醜く、でもやっぱ面白いなって思いますよね。なんかその、自分のプライドが崩れ去る瞬間とかあるのよね。たまらないわよね。今回もね、ちょっとそんな人間に関わるね、猟奇的なお話についてご紹介できればと思います。本日ご紹介するのは、フィリピンで17歳の少女が起こした猟奇的な事件について。孤児の少女が養子に迎えられたその家で殺人を犯してしまうんです。それは何？養子に迎え入れられた家でさ、あんまりその家族とうまくいかなかったってことなの？というよりもね、この少女自身がね、最初からめちゃくちゃ怪しい人物だったんです。義理の兄弟に対して行われたその犯行は、まだ出会って間もないにもかかわらず、深い恨みが込められていたんです。不気味な少女。2013年9月22日、フィリピンミンダナオ島の都市コタバ島。こんにちは、大丈夫？お父さんとお母さんは？町外れの港を訪れた女性は薄汚れた格好の少女を見かけ声をかけました。まだ幼い彼女が一人で港をさまよい歩くその様子は傍目に見て非常に奇妙。そして少女は困ったような顔で言いました。お父さんとお母さんはわからない。住んでる場所もわからない。少女の名前はジャニス・セビアル。まだ8歳の彼女は記憶を完全に失っていたんです。ジャニスに声をかけた女性はそこから彼女の写真を撮り、迷子として SNS で呼びかけを行いました。しかしジャニスを知っている人が名乗り出ることはなく、警察が探しても保護者は見つからず、彼女はやむを得ず孤児院に預けられることに。そんな一切素性のわからない少女が事件を起こしてしまうのはそれから8年後のこと。パパ、ママ、いってらっしゃい。2021年12月10日、祝日を迎えたその日、休日出勤をする両親を笑顔で送り出したジャニス。両親といっても彼らはジャニスの養父母。そう、ジャニスは約半年前、高校教師のクルーズ・マグアドとその妻ロベラに養子として引き取られたんです。おお、珍しいな。パパなんて呼んでくれるのか。愛らしい笑顔を向けるジャニスに優しく微笑み返す養父母。2人はジャニスを含む3人の子供を自宅に残し、それぞれ職場へと出かけていきました。養子に引き取ってもらったのは良かったんだけどさ、記憶喪失で港をさまよってるんでしょ。なんかめちゃくちゃ訳ありみたいな匂いがするわね。まあね、一見してね、養父母とは親しいやり取りはしてたんですけどね。しかしこの後仕事をしていた父クルーズに思わぬ知らせが飛び込んでくるんです。その日、学校の修繕工事を手伝いに来ていた父クルーズ。時刻が午後3時を迎えようという頃、同僚はクルーズに慌てた様子でこう言ったんです。クルーズ先生、一度家に帰った方がいい。ジャニスが妙な投稿をしている。同僚が見せてきたのは幼女ジャニスの Facebook 投稿。みんな助けて、誰かが家族を襲ってる。
死にたくない、部屋に隠れてるの、助けて。一瞬で異常事態を察したクルーズは妻のロベラにも電話で事情を伝え、すぐに帰宅。そして玄関を開けると同時に彼は頭が真っ白になりました。そこに落ちていたのは血まみれのナイフ。乱暴に扱われたとみられるそのナイフは柄がなくなり、刃だけがそこに転がっていたんです。グイン、ルイス、ジャニス、いるんだろう、返事をしてくれ。必死の形相で家の奥へ急ぐクルーズ。そしてリビングへ到着すると、そこには子供2人の遺体が横たわっていたんです。血まみれの状態で体に毛布をかけられている娘グイン。息子ルイスは両手足を縛られた上に口にタオルを突っ込まれており、姉のグインを助けようとして拘束されたように見えました。2人はいずれもめった刺しにされており、遺体のそばには凶器に使われたと思われるナタ、バット、ハンマーが。父クルーズはすでに絶望していましたが、残されたわずかな希望にすがるように声を張り上げました。ジャニス、どこだ、無事か。その声を聞くと、濡れた髪のまま寝室から恐る恐る姿を現した幼女ジャニス。クルーズはすぐに彼女へ駆け寄り、その体を思い切り抱きしめました。濡れた髪？何、お風呂とかで入ってたってこと？めちゃくちゃ鋭いですね。このジャニスの髪がね、濡れてたってところに結構この事件のヒントが詰まっていたんです。その後、通報を受けた警察は現場となった家の周辺で血まみれの T シャツを発見。さらに数百メートル離れた溝の中にビニール袋に入れられた血のついたズボンとボクサーパンツを見つけ、犯人が逃走時に捨てたものと推測。検視の結果、亡くなった兄弟はそれぞれ数十回めった刺しにされていたほか、体中にハンマーやバットによる打撲痕が。特に姉のグイーンは耳や首、右上腕などの大部分を切断されており、見るも無残な状態となっていました。いずれも性的暴行の形跡はなく、盗まれたものは2人の携帯だけ。強盗の線は薄く、執拗にいたぶられた様子から2人に恨みを募らせた何者かの怨恨殺人に思えたんです。これ殺人を犯したのはさ、ジャニス一人なのよね。幼い幼女が犯せるような犯行だとは思えないんだけど、なんか複数犯の可能性とかあるんじゃないの？真実をね、知っているのは生きながらえていた幼女のジャニスだけなんです。皆さんもこのジャニスの証言だったり含めて何か違和感がないか、そういった点に注目して見ていただければと思います。濡れた髪。事件があった12月10日の昼過ぎ、ジャニスは姉のグインと一緒に寝室で勉強をしていたといいます。その時、1階から聞こえてきたのが弟ルイスの叫び声。顔を見合わせ1階まで様子を見に行くことにしたジャニスと姉グイン。するとそこでは3人の覆面の男が凶器を携えて立っていたんです。この時姉のグインは男たちに追われ捕まってしまうのですが、ジャニスは寝室へ戻りドアに鍵をかけてベッドの下へ隠れました。ジャニスはそこから母ロベラに助けてとメッセージを送りますが、仕事中の彼女が気づくことはなく、そこでジャニスは Facebook に助けを求める投稿をしたんです。みんな助けて、誰かが家族を襲ってる、死にたくない、部屋に隠れてるの、助けて。この投稿が行われたのが午後3時。父クルーズの同僚が投稿に気がつき、彼に帰宅を促しました。その後、母ロベラや友人からも電話がかかってきましたが、ジャニスは男たちに気づかれるのを恐れ応答できず、そうやってしばらくベッドの下で震えていると男たちの気配がなくなったため寝室を出たジャニス。彼女はひどく動揺しており、通報の前に一度落ち着くためにシャワーを浴びたといいます。父クルーズが帰宅した際、ジャニスの髪の毛が濡れていたのは彼女がシャワーを浴びたため。父クルーズは実はここで違和感を覚えていたんです。兄弟が血まみれで死んでるのに通報するより先にシャワーを浴びようなんて考えるか。おかしいわよ。明らかに苦し紛れに一度落ち着こうと思ったって言ってるようにしか聞こえないわよ。明らかに不自然ですよね、このジャニスの証言なんですけど、犯行の時系列的にもね、おかしな点があったんです。証言では午後3時にベッドの下に隠れ Facebook の投稿を行ったと話していたジャニス。みんな助けて、誰かが家族を襲ってる、死にたくない、部屋に隠れてるの、助けて。実は午後3時に誰かが家族を襲ってると伝えていたその投稿は現場の状況とは辻褄が合わないんです。なぜなら殺害された兄弟の死亡推定時刻は午後2時だったから。さらにジャニスは弟のルイスの叫び声が聞こえて姉と2人で見に行ったと話していましたが、この発言も現場の状況とは合わないもの。警察が駆けつけた際、姉グイーンは死後硬直がすでに始まっていましたが、弟のルイスはまだ血が乾いていない状態。つまり姉のグイーンが先に殺されているはずで、弟ルイスが襲われて姉と2人で見に行ったというジャニスの説明はありえないんです。このほかジャニスはすぐに寝室の鍵を閉め隠れたと話していましたが、警察が到着した際、彼女の寝室はひどく荒らされていました。覆面の男が部屋
屋に入ってきていないのなら、一体誰が部屋を荒らしたというのでしょうか。極めつけに凶器に使われたナタ、ハンマー、バットはいずれもその家にあったもの。バットはジャニスの寝室、ハンマーは普段は洗濯機の裏に置かれており、部外者がとっさに置き場所に気づくものではありません。そしてそれらの凶器にはジャニスの指紋が付着していたんです。また彼女の寝室にはその家の住民ではない17歳の少年の身分証が落ちていました。それはジャニスの個人時代の友人のもの。現場周辺で見つかった血のついた T シャツやズボンはその友人が着ていたものだと判明。それらの証拠はジャニスが友人と共犯で殺人を犯したことを示していました。こうしてジャニスは観念して殺人を自白するんです。いやちょっとこれもうアリバイ工作が穴すぎてさ、もうごまかしようがないわよ。なんでジャニスは兄弟を殺しちゃったわけ？一見するとね、ジャニスが兄弟を恨む理由はね、ないっていう話なんですけど、もはやそれどころかね、ジャニスはこの兄弟にね、感謝しなきゃいけないんじゃないかぐらいのね、立場だったんです。では、ジャニスはなぜ彼らを殺してしまったんでしょうか？私のもの。ジャニスと一家が出会ったのは事件が起こる1年前の2020年。こんにちは。あなたこの家のヤヤ？若いのに働いててすごいね。家事に勤しむジャニスに話しかけてきた姉グイーン。ジャニスは当時グイーンの親戚の家で住み込みのお手伝いをしていたんです。ややどういう意味？ヤヤはフィリピンの言葉なんです。というわけで本日のメトラキーワード、フィリピンのヤヤ文化について。ヤヤとはフィリピンの言葉でウバ、いわゆるベビーシッターのことを言うんです。ベビーシッターと言われると赤ちゃんのお世話をイメージしますが、フィリピンでは小学生くらいになってもヤヤが子供の世話をするのが一般的。中流階級以上の家庭では食事や学校の制服の準備、学校の送り迎えから遊び相手までほとんどをヤヤが担当し、働きに出る女性を支えているんです。ヤヤは月数千円で雇えるため、経済的に豊かな家庭では2人以上同時に雇っていることも珍しくありません。複数人雇う場合は家事と育児を分担するんですが、その中でも優遇されるのが育児を担当するヤヤ。育児を担うヤヤと雇用主は長年の付き合いになることから、お互いを本当の家族のように認識しているケースも多いんです。姉グイーンたちの親戚の家でヤヤをしていたジャニス、グイーンと弟のルイス、ジャニスの3人は年が近かったこともあり、すぐに意気投合。そしてある時、姉グイーンはジャニスにこんな質問をするんです。ジャニスはどうして私たちと年も変わらないのに学校に行かずに働いてるの？ここでジャニスは8歳から孤児であること、それ以前の記憶が一切ないこと、お金がなくて学校に通えないことをグイーンたちに打ち明けました。本当はみんなと同じように学校に行って勉強がしたい。でも18歳になったら孤児の補助金が打ち切られちゃうからもっと苦しくなると思うの。ジャニスの思い詰めた顔を見た姉グイーンは彼女を放っておくことはできませんでした。ここからグイーンは弟ルイスと2人でジャニスを養子にしてあげてほしいと両親を説得するんです。両親は当初家計に余裕がなかったことや、もう一人子供を増やすには家が手狭なことからジャニスを引き取ることに難色を示しました。しかし何度もしつこくせがんでくる姉グイーンと、部屋が足りないなら僕はリビングのソファーで寝るとまで言い出す弟ルイス。最終的には2人に根負けして、両親はジャニスを養女として引き取ることに決めるんです。姉グイーンや弟ルイスの面倒見の良さもあり、ジャニスはすぐに一家に馴染みました。3人兄弟は一緒に宿題をやったり、 TikTok にダンスの動画をアップしたり、非常に微笑ましい姿を周囲に見せていたんです。しかしひょっとするとジャニスは一家に馴染んだ風に装っていただけだったのかもしれません。ジャニスが養子に来て1ヶ月が過ぎた2021年8月上旬、養父母は神妙な面持ちで彼女を問い詰めていた。正直に言いなさい。このお金はどうしたの？この前日、養父母は財布から1万ペソ、日本円で2万6千円ほどが紛失していることに気がついた。その時ジャニスを疑うようなことはしなかったが、翌日になって偶然姉のグイーンが彼女のカバンの中に大量の現金が入っているのを見てしまった。言い逃れできないと悟ったジャニスは声を震わせながら言う。ごめんなさい。自分でもなんでこんなことをしたのかわからないの。大粒の涙を流しながら養父母に詫びるジャニス。父も母も彼女の生い立ちを思うと、それ以上責めることはできなかった。何よ、1万ペソぐらい。私は散々貧乏な思いをしてきたのに、あんたたちだけ幸せそうにして許せない。何その逆恨み。恩を仇で返してるじゃないのよ。最初からね、感謝なんてしてないんですよ。この時からすでにね、ジャニスは兄弟の殺害を決めていたんです。この他にもジャニスは不気味な振る舞いをすることが時折ありました。父クルーズは彼女に映画エスターがおすすめだとしきりに勧められたといいます。エスターは9歳の少女のふりをした大人の女性がある家族のもとへ養子にやってくる物語。女性の正体は成長が止まってしまう小人症を患った残忍な殺人鬼。そんな映画を勧めてきたジャニスはまるでこの先の自分の犯行を予告しているかのようでした。またジャニスはその家に来てから養父母のことを一度もパパ、ママと呼んだことはありませんでした。そして事件の日、出勤
する養父母に向かい初めてこう言ったんです。パパ、ママ、いってらっしゃい。ジャニスは犯行動機について養父母の愛を独り占めしたかったと語りました。自分は孤児で貧困にあえぎ、誰にも構ってもらえない人生を送ってきた。一方で姉と弟には愛してくれる家族がいた。自分と違って自己肯定感の高い彼女たちが恨めしく思えたと。養父母をパパ、ママと呼んだのは、そんな兄弟たちを消し去り、養父母を自分だけの両親にする暗示だったのではないでしょうか。ここから孤児院時代の友人を自宅へ呼び寄せ、二人で殺人を犯したジャニス。彼女にナイフを向けられながら、姉グイーンは最後にこう言い残したと言います。私があなたにどんな嫌なことをしたのかわからない。でもジャニス、私はあなたが大好きだったよ。この事件はフィリピン中の注目を集め、ネットユーザーは素性のわからないジャニスの正体をこぞって突き止めようとしました。結果、養父母の愛を独り占めしたかったと語ったその動機すらも怪しくさせてしまう事実が判明するんです。実はジャニスは孤児ではありませんでした。幼少の記憶がない話というのも真っ赤な嘘。彼女には離婚した両親がおり、事件の1年前にも実の母親と会っているんです。そんなジャニスが8歳で親元を離れたのは、あまりにも家が貧乏で嫌気がさしたため、彼女が養子に行った先で兄弟を殺害したのは、自分以外の子供がいなくなればもっと豊かな暮らしができると考えてのことだったのかもしれません。2022年5月17日、ジャニスとその友人は2件の殺人で有罪となり、それぞれ懲役32年の刑に。それは未成年に寛大なフィリピンの現行法を踏まえれば妥当とも呼べる判決でした。裁判において養母ロベラは、ジャニスが心からの謝罪をすれば彼女を受け入れようと思っていたといいます。しかしジャニスは一度も謝罪をしなかったどころか、養父クルーズに笑いかけるシーンもあったほど、貧困はそれほどまでに人の心を壊してしまうものなのでしょうか。もしあなたがジャニスと同じように恵まれない境遇に苛まれるとしたら、どうやってその苦境を抜け出しますか。